今日も葉巻をぶち決めていきましょう。今回はカットについて、このね、公式本を紐解いていきましょう。カットについてなら、以前アップした動画、正しい葉巻の切断着火で説明しただろうってとこなんですが、今回はね、カットの種類とその違いについてです。正しい葉巻の切断着火を主張するとスムーズに理解できるので、事前に見るのをお勧めします。まずはフラットカット。スタンダードなカットの方法です。正直カットはこれだけで十分です。もしもう一つ加えるのなら、後で説明するパンチカット。この2つだけあれば、実際のところ他のカットは必要ありません。片刃や両刃のギロチンカッター、またはね、シガーシザーでヘッドを平面にカットする手法なので、フラットカットと呼ばれます。ナイフや包丁でもできないことはないですが、おすすめしません。目的は変わらないのに、わざと面倒だったり危なかったりする手法を使うのは、丁寧な生活とか一手間かけるとかとは関係なく、単なる目立ちたがりです。フラットカットについてはね、すでに正しい葉巻の切断着火でコツを解説しているので、そちらを見てみましょう。さて、パンチカット。これは円形の刃を持つパンチカッターで、キャップの一部をくり抜くというカット方法です。クッキーのね、抜き型を想像してみてください。原理はあれと同じです。このようにね、こう口に押し当てるように喫煙できるので、女性にもおすすめです。また、大口をね、開けなくていいので、リングゲージの大きな葉巻を吸うときにもメリットがあります。欠点としては、ヘッドの尖ったシガーには使えません。また、質感はフラットカットと比べると変わります。吸気、吸う力加減がフラット、パンチともに同じであれば、パンチカットの方が断面を通る煙の流れは速くなります。物理の授業で勉強したことを思い出してください。ベルヌーイの定理からのベンチュリ効果です。断面積が狭いところほど速度は速くなります。つまり、質感を強く感じることになります。よって、ヘビーな葉巻が好きな人は、ライトな葉巻を吸うときにパンチカットするというのは有効であるとなるわけです。リングゲージが細い葉巻は強いタッチに感じる。太い葉巻は柔らかいタッチに感じるのは、流量が一定の時、流れの断面積を狭くすると流速は増加するという物理法則の影響です。つまり細い葉巻はよりゆっくりと、特にいわゆるシガリロはことさらゆっくり吸う必要があるわけです。葉巻初心者がシガリロを吸って失敗するのは、これが理由です。シガリロを味わうには、葉巻の道理を理解した熟練者であることが必要なわけです。初めてだから細くて小さい葉巻というチョイスは間違いです。シガリロは葉巻ではないんですけれども、実際にパンチカットしてみましょう。キャップというか薄皮だけね、抜き取ればいいので、実は長い刃は必要ありません。じゃあこちらのこういったね、ものを使っていきましょう。わかりますね。こう円形に刃があるのが見えますよね。これを葉巻に当てます。で、こうぐるぐると、あんまりね、グーって圧をかけると葉巻自体が割れてしまうのでね、回しながらくり抜きます。こういうふうにってなったら、ほらできましたよ。これね、取れてますね。
パンチカッターを使うとこのように小さく、本当にクッキーの抜き型みたいにヘッドを抜くことができます。ちなみにね、こういう風にね、長い刃のものもあります。どちらを使っても同じです。カットする時の径が何種類かね、こう直径ですね、あるので自分好みのものを探してみましょう。うまく切れてますね。で、またね、複数のパンチカットで吸い口を大きくすることもできます。リングゲージの大きな葉巻に有効です。ワイドチャーチルですけどね、こんな感じで。面白いですね。カモンみたいですよね、家の。パンチカットの喫煙では加え込む必要がないので断面が濡れにくいのもメリットです。こうね、唇に当てるだけで喫煙ができるんですよね。加える必要がないんです、フラットと違って。断面をね、唾液で濡らすと吸い口が締まるし苦いですよね。何より見た目が見苦しいので、葉巻はヘッドをね、ドライに保つように心がけましょう。べちょべちょのヘッドはね、歯型がついたパンや口紅のついたグラスと同じです。ただでさえ葉巻は視線を集めますので、きれいに吸いましょう。どんどんいきましょう。次は V カットです。キャッツアイカットとも呼ばれたりします。これはこの V カッターを使うカットですね。使い方はギロチンカッターと同じです。この V 型の刃でヘッドを谷型に切り落とします。このように当てて、見た目はね、ギロチンカッターと似たようなものなんですけれども、なってますね、 V 型に。面白いでしょ。これがね、多分猫の目に見えるからキャッツアイカットっていう風に呼ばれることになったと思うんですけれども、このカットはね、公式ではあまりおすすめできないとされています。キャップを破りやすいからと記載されてますね。つまり葉巻の側面にも干渉するカット方法なので、キャップラインを越えて切ってしまい葉巻がほどけることを危惧しているわけですね。見えますか？このキャップラインに干渉してキャップよりも深く切れ込みが入っちゃってるんですね。これだと喫煙中に葉巻がバラバラっと緩んでほどけてしまうことが起きがちです。そして側面まで切れ込みを入れるので深く加えないと吸えません。要はここが口だとしたら奥深くまで葉巻を差し込まないと隙間が残ってしまうわけですね。こう深く加えると葉巻が唾液で濡れやすいので、これもこのカットがおすすめできない理由の一つです。 V カットの支持者は断面の面積が最大になるカット方法なので、味わいがまろやかになる、煙が柔らかくなる主張があるようですが、それは多分気のせいです。ストローをね、考えてみてください。フラットカット、つまり縦に切ったものと V カット、谷型に切ったものでは流れに変わりはありません。断面をね、どうしようと直径以上に流れることはありえません。確かに断面積を大きくしたらカット面を越えた先で拡散してより広がりそうな気もしますが、カット面より先は個々の人の口の中のお話なので、個人差にね、収束してしまう話です。それにね、断面積をもし大きくしたいのであれば、この谷型よりも四角とかえぐるような曲面の形の方が面積は大きくなりますよね。
このチャンネルで何回も言ってるように、葉巻は科学です。葉巻というものが持つなんだか権威がありそうな、有無を言わせぬ格式の高そうなオーラ。葉巻を説明する人の中にも、それにただ乗りして勢いだけで間違えてるのになんだか正しく偉く見せかけてるのがいる。そういった輩を疑わずコロッと騙される人がたくさんいるわけでね。葉巻の世界に嘘やデマやオカルトが絶えないのはそれが理由です。フラットな目線で見ましょう。次はピアスカットです。今時これで葉巻を吸う人はいないんじゃないかと思いますが、一応解説します。これはニードルと呼ばれる針状のもので、ヘッドにプスプスと複数の穴を開けて、それで喫煙する手法です。このヘッドにね、こうプスプスとね、穴を複数開けて、めんどくさいなこれ見た目がね、あんまり良くないんですけど、こんな感じになります。これね、この円形に穴を開けてパンチカットのようにキャップをこうピリッとくり抜くことも含まれます。それならね、パンチカッターを使えばいいですし、これはマッチの軸や爪楊枝で突き刺すやり方が元になっているので、公式でもよくありませんとされてます。他にね、道具がない時の緊急避難的なカットの方法でしょうかね。覚える必要はありません。シガーカッターがない時の緊急避難カットですが、ナイフがあればね、V カットもできます。ヘッドにこう縦にね切れ込みを入れて、その後こう角度をつけて V 字に削っていくわけですね。ナイフがあればフラットカットもできますが、刃と逆側の圧で葉巻自体が割れやすいので、ナイフで開けなら V カットの方が無難ですね。あと道具を使うもので言えば、フラットカットに使う、ギロチンシザーなんかを使ってこう斜めに切るっていうのを考えた人がいるらしいですが、これもね、断面積が大きくなるから煙のタッチが柔らかくなるという言い分だそうです。ただキャップラインを越えてカットするのが前提の方法なので、確実に葉巻がほどけてばらけてしまいます。狂ってますね。あんまり葉巻に詳しくない人のざれ言でしょう。ピッグテールは指でつまんでブチッと切って吸うっていうのも眉唾です。確かになんとか吸えますが、そもそもできるとするは全く違うことです。ピッグテールはね、工場、職人の、技術力の高さを誇示するものです。よってピッグテールのシガーは軒並み高級ラインのシガーです。それを楽しむね方々はシガーカッターを持ち合わせてないと想定されているわけでしょうか。指でねちぎってカスまみれになれと、そんなわけありません。同じようなものでヘッドはね歯で噛み切るなんていうのはもうフィクションの域です。論外ですね。ゴリラじゃないんだから道具を使いましょう。映画やドラマでねエレガントにカッターを使わせず、そやなキャラクターを印象づけるための単なる演出です。実際に葉巻を吸ったことのない人が真に受けて言うだけなので、吸う人はこう切るんだなんて絶対言いません。やればわかりますから。このようになります。吸えたもんじゃない。口の中がカスだらけになる。口当たりが悪いし、ラッパーも割れるし、緊急避難でもね他に方法があるでしょう。歯がカミソリみたいに鋭ければ話は別ですが、演出にしてもねやりすぎです。カットはスモーカーが行える葉巻の味を決めるための最後の行為です。正しい葉巻の切断着火でヘッドの R を残してカットするようにと説明しましたね。これはキャップラインを残して
喫煙中に葉巻がほどけないようにするためですが、もっと重要な意味があります。葉巻の味にダイレクトに影響するからです。それは口当たりです。R を残さずにカットすると唇に当たる部分が直角になる。すると葉巻の口当たりが硬くなります。葉巻を加えた時の当たりの良さ、丸みと角度、そして煙を吐く時の唇の離れ具合の心地よさ、それらが一体となっての味覚です。感覚はね、相互に補完し合うので、味覚であってももちろん嗅覚、そして触覚も影響を与えます。わかりやすいのはお椀です。和食には椀物がありますが、お椀の厚み、角度、R は唇に合うように計算されています。もっとピンときやすいもので言えば、グラスでしょうかね。重たい分厚いグラスと薄張りグラスでは飲み物の味は完全に異なりますよね。葉巻をね、実際に直角になるほど深くフラットカットして吸ってみればすぐ理解できます。このようにカットで葉巻の味は変わります。つまりコントロールできます。夢々ね、適当に済まさず、より良いカットを目指し修練しましょう。カットの仕方、カットされた葉巻を見れば、その人がどれほど葉巻に精通しているか、どのような姿勢で葉巻に接しているか一目瞭然です。一本一本真剣にカットしていきましょう。今日も勉強がはかどりましたね。気に入ったら高評価、チャンネル登録、コメントお待ちしております。葉巻についての質問疑問に回答するサブチャンネルのキューバーもぜひご覧ください。コメント欄、各種 SNS でもご質問を募集していますのでお気軽にどうぞ。それではまた。